白鸚記深海万葉の章店舗特典ドラマ交換条件。さーてと、昼飯の後片付けも終わったし、この後どうすっかな。非番だし街にでも出かけてくるかな。お、平助、ここにいたのか。あれ、佐野さん、俺なんか用か。せっかくの休みだし、一緒に閉じこもってるのはもったいねえ気がしてよ。どこか出かけねえか？おい、いいぜ。俺もちょうど暇で出かけるところだったんだ。決まりだな。そんじゃ支度してこいよ。ああ、ちょっと待っててくれよ。ちゃちゃっと用意してくるから。今日の街って人が多いよな。寺とか神社の見物が多いのか？だろうな。それに祭りもあるし、いろんなとこから客が来てるんだと思うぜ。それだけならいいんだけど、人に迷惑をかけるような輩も増えるのが困りもんだよな。だからこそ俺たちがいるんだろう。ああ、俺たちが巡察してるから不逞老師も昔みたいに好き勝手に暴れられねえだろうし、役に立ってるんだよな。どうしたんだ佐野さん。いや、あそこにいるやつ、もしかしてあいつ風間か？あの派手な着物は見間違えようがねえ。何の目的で今日に来やがったのか確かめた方が良さそうだな。ああ、行こうぜ。おい風間。貴様らは我が妻を屯所に閉じ込めこき使っている野良犬どもか。この俺に一体何の用だ？だからあいつはお前の妻でも何でもねえだろ。今はそうでなくてもいずれ妻になるのだから、そう呼んでも構わぬだろう。ならねえよ。その思い込みの激しさどうにかしろ。風間、お前何の目的で今日へ来やがったんだ？貴様らに答えてやらねばならぬ理由はどこにもあるまい。あるんだよ。お前が来ると絶対にろくでもねえことになるからな。貴様らは会津藩の後ろ盾を得てこの京で活動しているはずだ。会津藩と薩摩藩の関係がこじれて困るのは貴様らではないのだ。んだと？落ち着けよ平助。だって佐野さん、風間の言う通り、あいつが関わってる薩摩藩との間に揉め事を起こして後々困るのは俺らの方だからな。そっちの原田とかいう犬は多少頭が回るようだな。その通り、この俺に刀を向けて損をするのは貴様らの方だ。くっそー、腹立つけど会津藩に迷惑かけるわけにはいかねえか。ただし先に言っとくが、もしあいつを無理やり連れ去ろうとするんなら手加減なしで相手になるぜ。女を力ずくで連れ去って言うことを聞かせるなんてのは俺が一番嫌いなやり方だからな。貴様らの意向など知ったことか。言いたいことはそれだけなのだな。ならばもう行くぞ。待てよ。今日に来た目的を言えって言ってるだろ。貴様らに明かしてやる義理はない。言っちまった。あいつ本当に何しに来たんだ？さあな。だが不逞老師じゃねえし、問題を起こしたわけでもねえ相手を捕まえて無理やり聞き出すわけにもいかねえしな。確かにそうか。おとなしくしててくれりゃいいんだけど。まあ、気を取り直してなんか食うか酒でも飲もうぜ。ああ、そうだな。ここの酒屋って前に酒買った時のツケがたまったままだったよな。確かにな。顔を合わせると面倒だし、さっさと他に行こうぜ。ああ、給金が出る前だし、あんまり金持ってねえから安い店でも探すか。んでこっちの店は飯屋じゃねえのか。おい平助、あの店から出てきたのって風間！また貴様らか。なぜこの俺が野良犬どもと何度も顔を合わせねばならぬのだ。それはこっちのセリフだぜ。お前こんなところで何してんだよ。見てわからぬか。ここは女の小物を売る店だ。
我が妻にふさわしい髪飾りを見ていたまで。だから、我が妻っていうのはやめろって。だいたいそんなの買ったって無駄になるだけだろ。あいつが受け取るはずねえし。貴様らに一つ確かめたいことがある。答えろ。何言ってんだよ。どうして俺たちがお前の質問に答えてやらなきゃならねえんだ。ちょっと待て、平助。話を聞いてみてからでも遅くはねえだろ。さ貴様は野良犬としての部をわきまえているようだな。感心だ。お前に褒められても嬉しくもなんともねえが。それで、聞きてえことってのは何なんだ？あの娘のことだ。あいつがなんだよ。あの娘の気立てはどうなのだ？気立て？何について言ってんだよ。わからぬのか、察しの悪い犬め。察しが悪くて悪かったな。お前が回りくどい言い方してるからだぜ。気立てというのは、例えば綺麗好きだとか穏やかな性格だとか子供好きだとかいろいろあるだろう。ああ、そういうことか。毎日豚舎を掃除してるし、綺麗好きなのは確かだな。性格は、真面目でいいやつで優しいのは俺が保証するぜ。ちょっと佐野さん。なんだよ。正直に答えてどうするんだよ。風間のことだからどうせあいつを嫁にするために俺たちからいろいろ聞き出そうとしてるに決まってんだろ。ああ、そうだったのか。悪い。全然気づかなかったぜ。本気かよ。あいつのいいところを教えたりしたら張り切って連れ去ろうとするに決まってんだから、余計なことは言わないようにしようぜ。その方が良さそうだな。貴様ら何をこそこそ話しているのだ。まだ話は終わっておらぬぞ。お前に答えてやることなんてなんもねえよ。そんじゃあな。待て。貴様先ほどそこの酒屋の前にいたな。どうだ。答える代わりに酒を好きなだけ買ってやると言ったらどうする？本気で言ってんのか？嘘は言わぬ。一度交わした約束は必ず守る。ちょっと待ってろ。相談するから。なあ、佐野さん、どうする？風間の言葉を信用しちまっていいのかな？嘘は言わねえ、約束は守るって本人も言ってるし、本当に金を出してくれるつもりがあるか確かめてみてからでも遅くはないんじゃないか。ああ、確かにそうだよな。そんじゃまず、あれ払ってもらうか。ああ、風間。酒を買ってくれるって本当か？無論だ。約束は必ず守ると言っただろう。好きなだけ買うがいい。なら、この店に溜まってるツケを払ってくれねえか？ツケだと？酒代を払うと言ったが、ツケを払うとは言ってないぞ。なんだよ。酒代には変わらねえじゃねえか。絶対に約束は守るとか言っておいて、下の根も乾かねえうちに約束を破るのか？後であいつに言ってやろうっと。絶対幻滅するだろうな。仕方あるまい。店のツケを払ってきてやる。ただし約束は必ず守ってもらうぞ。囚人、新選組どものツケについて兄さん聞きたいことがあるのだが。あいつ本当に払いに行きやがったぜ。意外だが、約束を守るってのは本当なんだな。どうだった？払ったのか？払ってきたが、なかなか手痛い出費だったぞ。貴様らたかが酒代でどれほど金を使っているのだ。本当か？やった！ありがとうよ、風間。待て、まだ話は終わっておらぬぞ。あの娘についてもっと詳しい話を聞かせてもらおう。あ？詳しい話って、さっき佐野さんが答えてただろ。あれだけでは十分ではないから聞いているのだ。子供は好きなのか？料理の腕前はどうなのだ？ツケを払わせておいて答えずに逃げるなど絶対に許さぬぞ。なこと言われても子供が好きかどうかなんて聞く機会ねえしな。料理に関しちゃうまいよな。江戸の味付けをちゃんと再現してくれるし。なるほど。この俺の妻となる資格は十分ということだな。他にあの娘に関することで何かないのか？あ、
そういえば。あるのか、速やかに答えろ。いや、そうじゃなくて、ちょっと、小腹が減ってきたなって思ってよ。そうだな。どこかで飯でも食っていくか。貴様ら、待たぬか。なんだよ。俺たちこれから飯食いに行くんだから邪魔すんなって。まだ話は終わっておらぬ。さっきの店のツケを払ったのだから、最後まで俺の話を答えてもらおう。仕方ねえな。さっきの質問以外に聞きてえことがあるんならさっさと言えよ。では聞くぞ。貴様ら犬どもの中であの娘に化粧している者はいるのか？化粧って惚れてるってことかよ。さあどうだろうな。ああ、それなら。思い当たる者がいるのか？誰だ？佐野さ、わざわざ教えてやる必要ねえって。行こうぜ。ああ、そうだな。だから待てと言っている。途中でやめられると余計気になるではないか。どこかへ行くつもりなら全部話してからにしろ。知りたいことがあるんなら、ご自慢の情報網で好きなだけ調べればいいじゃねえか。それで十分な情報を得られぬからわざわざこうして聞いているのだ。俺たち腹減ってるんだよ。質問に答えるのは次に会った時でいいだろ。待て。ならばこの俺が貴様らの飯代を出してやろう。それならば構うまい。お、ほんとか？何をおごってくれるんだ？まさか安いうどんとか言わねえよな。うまい京野菜の料理を出す店がある。そこならばどうだ？立ち止まって損したな。行こうぜ、佐野さん。へえ、体にはいいかもしれねえが、野菜はねえよな。だよな。俺たち野菜料理なんて食い飽きてんのにさ。待て。ならば何がいいというのだ。回りくどいねだり方はやめろ。確か、島原にうまい鴨料理を出す店があるって聞いたことがあるな。鴨か。久々に肉料理が食いてえと思ってたんだ。いいな。料亭で鴨料理だと、ずうずうしいにも程があるぞ。そんな店で飲み食いしたところで、貴様ら野良犬に味などわかるはずがなかろう。あ、せっかく教えてやろうってのに、そういうこと言うのか。ならいいよ。もう何も答えねえから。待て、誰も食わせぬとは言っておらぬ。貧乏舌の俺たちにおごるのはもったいねえって言うんだろ？そこまで言われて教えてやる義理はねえよな。わかった。貴様らにその鴨料理を食わせればいいのだな。もちろん風間のおごりだからな。わかっている。ただし、約束は必ず守ってもらうぞ。ああ、安心してくれていいぜ。こう見えても約束はきっちり守るからな。うまかった。やっぱり高い飯って違うもんだな。あんな高い鴨料理を食ったの初めてだぜ。だな。今日だけは風間に感謝しとくぜ。そんじゃ俺たち門限があるからもう帰らねえと。患者よろしくな。待て東堂原田。この俺の質問にろくに答えず食うだけ食ってさっさと退散するとはどういうつもりだ。覚えていろ野良犬ども。この借りは10倍いや100倍にして必ず返してやるからな。東堂平介、吉野博之、原田佐之助、遊佐浩二、風間千景、津田健次郎。